こんにちは、奥田です。僕は人形作家、アーティストとしてオリジナルの造形作品を展示販売したり、作品を映画に提供したりなど様々な活動をしています。今回はフィギュア、人形作りに必要な道具を紹介する動画です。普段僕が積素粘土を使って造形するときに使う道具を下準備、造形、着彩に分けてそれぞれ紹介していきます。さて、皆さんは何か粘土で作品を作りたいと思った時にどういう道具を使ったらいいかわからない、またどんな道具から揃えていったらいいかわからないというような経験はありませんか？ YouTube なのでフィギュアや人形を作る動画を見ていると次々に違う道具がたくさん出てきて、道具選びは専門的な知識や豊富な経験がないといけないのかなと感じてしまいますよね。実際僕もこれまで使わない道具や自分には合っていない道具を買ってしまって後悔したことがたくさんあります。なので闇雲に道具を買い揃えても使わない道具ばかり増えてしまってお金の無駄になってしまう。また作りたい作品に合っていない道具を選んでしまうと頑張っても思うような作品が作れないなんてことにもなってしまいます。しかし今回の動画をご覧いただくだけでそういった悩みを解消できて出だしでつまずくことなく粘土造形をスタートできます。今では僕は実際に制作をする前に作りたいものをできるだけ具体的に考えます。目的が明確になれば必要な道具も自然と見えてくるし無駄な買い物も避けることができます。なので今回は積素粘土を使用して10センチから30センチぐらいの作品を作るという想定で道具を紹介していきます。この条件なら初めての方も作りやすいですし、他のサイズの作品を作りたいとなった時にも応用が効きます。さらに制作ステップごとに必要な道具とあったら便利な道具を分けて紹介していくので、これから道具を買い揃えるという方は必要な道具から買い揃えていくことをお勧めします。適切な道具を使うことで作品制作がより楽しくなりますし上達ももっと早くなります。なのでぜひ参考にしてみてください。あと今回紹介する必要な道具以外にもこのチャンネルでは粘土の選び方や粘土造形のテクニックなども今後紹介していくので、そのような動画を見逃したくない方は今のうちにチャンネル登録をしておいてもらえると嬉しいです。では道具紹介をやっていきましょう。ステップ1、下準備。それでは下準備で使用する道具を紹介していきます。このステップで必要な道具は工作マット、水入れ、チャック付きポリ袋。あると便利な道具は粘土板、のし棒、タオルです。ステップ1は造形に入る前の段階ですが、作業環境を良い状態に保つことは良い作品作りにつながるのでとても大切なんです。そしておさらいですが、今回は積素粘土を素材として造形をする際に使用する道具をピックアップしています。ちなみに積素粘土は積粉粘土ともいい100円ショップなどでも売られている初心者にも扱いやすい粘土です。では一つずつ紹介していきます。まずは必要な道具から。工作マットは作業面を保護するために使用します。カッターマットでも OK で、切削作業や刃物の使用時に表面を傷つけずに作業するのに適しています。積素粘土を使用する際には作業中に発生する切りくずや粉塵をマットの上に集めることができます。このオルファのカッターマットは使用している人も多いのではないでしょうか。僕はいつもこのような端材の板を敷いて作業しています。水入れは粘土の状態を調整するために使用します。積素粘土は水を加えることで柔らかくなり形状を変えやすくなります。口が広くて倒れない形状の容器がおすすめです。これはだいぶ汚れてきました。チャック付きポリ袋は
余った粘土の保存に使用します。粘土をしっかり密閉できる袋を選びましょう。濡らしたキッチンペーパーを一緒に入れると湿度を保つことができ、粘土の柔らかい状態を維持することができます。次にあると便利な道具です。粘土板。粘土板は粘土をこねるための専用の板です。きれいな状態で使用したいので、水で掃除がしやすい素材のものを選ぶと良いでしょう。僕はガラスの板や石の板を使っています。これらは表面が滑らかで均一なのが良いですが、100円ショップで販売されている粘土板でも全く問題ありません。使用する粘土の量によっては手の中でこねることもあるので、必ず必要というものでもありません。のし棒は粘土を均一な厚さに伸ばすために使います。粘土の厚みは割り箸や細い角材などで調整します。こねたり伸ばしたりくっつけたりなど、粘土の基本的な使い方はまた別の動画で解説します。タオル。タオルは道具についた粘土を拭き取るために使います。僕はスパチュラについた余分な粘土はタオルを使わずに手の甲やエプロンで取ってそのまま作業してしまうことが多いですが、スパチュラをきれいに保つことで造形の精度も上がります。キッチンペーパーでも代用ができます。以上がステップ1、下準備でした。これらの道具を用意しておくことで作業効率を上げながら作品作りを行うことが可能です。どれも100円ショップで手に入る安価なもので問題ありません。ステップ2、造形。ステップ2、造形で使用する道具を紹介します。このステップで必要な道具、スパチュラ、デザインナイフ、筆、スポンジやすり、紙やすり。あると便利な道具、彫刻刀、金やすり各種。いよいよ造形です。主に作りたい作品のサイズに合わせて道具のサイズも変わっていくイメージです。今回は10センチから30センチ程度の作品を想定していますが、例えば60センチ級の球体関節人形でも顔や手のパーツを見たらだいたい10センチから30センチに収まると思います。では一つずつ解説していきます。まずは必要な道具から。スパチュラ。スパチュラとは先端が加工されている金属ヘラのことで、僕もいつも必ず使用します。造形を始めた頃はまずは10本入りなどのセットを買ってみて、自分が使いやすい形状はどれなのかをいろいろ試してみると良いです。そして実は僕が商品開発の監修をさせていただいたスパチュラセットが Amazon にて販売中です。使いやすく無駄のないセット内容になっていて、開発に1年以上かけていて金型から製作してもらったスパチュラも入っています。ですのでもし迷った場合はこのセットをおすすめします。今後このチャンネルでもスパチュラの使い方動画を公開する予定ですので、ぜひそちらもご覧ください。デザインナイフ。こちらも使用頻度が高いです。硬化した粘土を切って形を整えるときに使います。刃を変えることができて、いつも気持ちよく切削することができるのでお気に入りの道具です。僕はオルファのデザインナイフを使用しています。指まで切らないように気をつけて使用してください。筆。この筆も重要です。乾いてきた粘土に水分を補給するために使うのと、粘土の表面を滑らかに整えるときに使用します。高価なものではなくて良いのですが、コシがあり毛先がまとまっている筆を選ぶとより細やかな作業がしやすくなります。スポンジやすり、紙やすり。ス
ポンジヤスリはその名の通りスポンジにヤスリがついた道具で、主に曲面を滑らかにするために使用します。紙ヤスリは磨きたい部分の形状に合わせてカットしたり折り曲げて使うことで細部まで削ることができます。ヤスリの粗さには種類があり、粗いものから細かいものまで様々です。粗削りから仕上げまでの工程に合わせて適切な粗さのヤスリを選ぶことが大事です。次はあると便利な道具です。彫刻刀。彫刻刀は硬化した粘土を削ったり彫ったりする際に使用します。特に積素粘土では持って造形するだけでなく削り出しの方法でも形を作ることができます。これはパワーグリップと呼ばれる彫刻刀で、握りやすく作業効率が高いためおすすめです。彫刻刀の刃の形状や大きさは様々ありますので、作りたいパーツや形状に合わせて適切な彫刻刀を選ぶと良いでしょう。金やすり各種。金やすりも種類が多く、形状や粗さによって異なる効果を得られます。特に積素粘土でフィギュアを作る場合、入り組んだ形状や細かい部分に適した変形型のヤスリが重宝します。これですね。作品に合わせて少しずつヤスリを揃えていくことで、より細かな仕上げが可能となります。以上がステップ2造形でした。スパチュラとデザインナイフは使用頻度も高く長く使える道具ですので、初めから少し良いものを買っておくことをおすすめします。ステップ3着彩。ステップ3着彩で使用する道具を紹介します。このステップで必要な道具、朝食皿、筆、あると便利な道具、スポンジ、薄手の手袋。着彩するには実に多くの方法がありますが、今回は初心者にも始めやすい筆塗りに使用する道具をピックアップしました。では解説していきます。朝食皿。絵の具を混ぜて色を作るためのお皿です。薄型のパレットでも良いですが、下地の色は多く作る必要があることがあるので、少し深さのあるお皿がおすすめです。お皿にラップをすることで作った色を数日間保管することもできます。筆。筆のサイズや形状は作業する範囲や用途に合わせて選ぶことが大切です。今回は代表的な3種類の筆を解説します。平筆。筆の先が平らになっている筆で、フラットブラシとも言います。広い面積の塗りつぶしに適しているので、下地を塗るときに活躍します。また、ドライブラシと呼ばれる技法では、筆に少量の絵の具をつけて軽く叩くようにして繊細な造形を浮き上がらせる表現も可能です。丸筆。丸筆は筆の先が丸い形状なのでラウンドブラシとも言います。これは細かいディティールや線を描くのに適しています。小さいサイズのものは目の細かい部分の塗りつぶしに使用されます。彩筆。彩筆は非常に細い筆でライナーブラシとも言います。フィギュアの目や人形のまつげなど重要な部分の仕上げに使用します。繊細な作業が必要なため毛先がしっかりと揃っているものを選びましょう。以上が基本の3種類でした。
はじめは作りたい作品のサイズに合わせてこれらを1本ずつ持っておけば問題ないと思います。良い筆は高価なものもありますが、金額的に手の届く範囲から揃えておけば OK です。慣れてくると同時に複数の色を扱うので、それぞれ何本かあると作業効率も良くなります。あると便利な道具、スポンジ。スポンジを使用した塗装は柔らかなぼかし効果や自然な質感を表現するのに適しています。色のグラデーションを出したくてもエアブラシ塗装はまだ敷居が高いという方におすすめです。薄手の手袋。手袋を装着することで手をきれいに保ち、指先や手の油分や汚れを作品に付着するのを防ぎます。使い捨ての薄手のニトリル手袋は作業がしやすく特におすすめです。以上がステップ3、着彩でした。筆の基本の3種類は平筆、丸筆、彩筆です。当然絵の具や塗料も必要なのですが、今回は道具に限らせていただきました。ちなみに初心者の方にもおすすめできるのはアクリル絵の具です。塗料の種類や着彩の方法は種類も多いので、粘土と同じようにまた別の動画でも紹介していきたいと思います。はい、これで全ての道具の紹介が終わりました。結構ボリュームがありましたが、ここまで動画をご覧いただけているということは作品を作りたいという熱量が高いと思いますので、きっとすぐに上達すると思います。さらに作業ステップを細かく見ていくと、おすすめできる道具はまだまだたくさんあるのですが、今回ご紹介した道具は積素粘土を扱うにあたって何を作るにも必要になってくる道具をピックアップしていますので、全て買い揃えても無駄にはならないと言い切れるほどです。この動画のまとめとして今回紹介した道具を動画の概要欄に記載していますので、ぜひご活用ください。そしてありがたいことに現在1万人以上の方が登録してくださっているこのチャンネルでは、僕が全くの初心者から粘土造形を始めて作品を制作、展示、販売してきた中で培った造形のテクニックや作品の制作過程を紹介する動画を公開していきます。そういった動画を見逃したくない方、ぜひ見てみたいという方はチャンネル登録をお願いします。はい、ということで今回も最後まで見てくださりありがとうございました。この動画が少しでも役に立った、参考になったという方は高評価ボタンまたはコメント欄にてご感想をいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。